こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱えるあるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で克服する動画をお送りしています。今回は即興添削と題して添削動画をお届けしたいと思います。今回ご応募いただいた絵はこちら。作者は猪狩そよ子様です。男性の上半身裸の絵なのですが、額に手を当てている右手の長さに違和感を感じています。しっくりくるように修正できないので、何かアドバイスをいただけたらとてもありがたいです。なるべく筋肉質で鍛えている男性の裸を目指しています。とのことで、こちらなんと現役のプロ漫画家さんからご相談をいただきました。プロの方だけあって初っ端からかなりハイレベルな絵です。一見シンプルなお悩みに見えますが、腕の曲げ方というのはある程度コツを知っていないとかなり難しい題材なんです。では即興添削というタイトル通り、即興で結果を見ていきましょう。こちらが添削後の絵になります。今回のポイントは3つありまして、1つ目が両腕の幅、2つ目が肘頭の向き、3つ目がパーツのアングルと輪切りとなっています。それでは一つ一つ解説していきましょう。まず第一の違和感。ご本人も腕が短いようなと疑問を持たれている通り、腕の短さの原因は右腕と左腕の太さが違うことです。見切れているので分かりにくいですが、よく見ると左腕に対して右腕の幅が細くなっており、それにつられて腕全体が小さくなって短めになってしまったんですね。第2に肘頭の向きです。これはよくある違和感の例で、肘が常に腕の中央に固定されたケースです。これの何が悪いのと思われるかもしれませんが、腕というのは上腕と前腕に分かれており、実は肘の骨というのは前腕の骨なんです。つまり前腕を曲げるたびに肘の骨も連動して動くので、横から見た場合肘の骨は傾いて見えるんですね。皆さんも自分の腕を曲げてぜひ確認してみてください。想像と全く違う向きなのがわかると思います。第3が肘周りのアングルです。輪切りにすると分かりやすいですが、他のパーツがほぼ水平アングルの楕円なのに対して、肘周りだけが正円に近い俯瞰のアングルになっています。このように極端に噛み合わないアングルを無理やりつなげた結果が違和感の原因になっているんです。このように腕を曲げた時、肘がどの位置に来るかはかなり迷いますが、自分で同じポーズをとって顔のどのパーツと同じ位置に来るかを鏡で確認すると分かりやすいです。この場合、人物の口付近と肘頭が同じ水平ライン上に来ると思います。この時、折り曲げた肉のラインも見ておくと、想像や手癖に頼らない正しい輪切りが描けるようになります。人体の裁量の資料は私たち自身ですから、迷った時は必ず鏡で確認してみましょう。現在私は個人的に美術解剖学を勉強しており、そのまとめを月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。こちらプロの漫画家やイラストレーター、アニメーター、フィギュア造形師、3D モデラーなど各業界で活躍する方々からご評価をいただいているようで、本当に光栄の極みです。美術解剖学についてもっともっと知りたいという方は説明欄からぜひチェックしてみてください。以上、今回の内容をまとめますと、1つ目が両腕の幅。両腕の太さと長さは見切れている部分をしっかり見ながら必ず揃えましょう。2つ目が肘頭の向き。肘の骨は前腕の一部なので、強く曲げるほど前腕と連動して向きが変わります。自分の腕を曲げて変化を観察してみましょう。3つ目がパーツのアングルと輪切り。噛み合わないパーツを無理やりつなげると、そこに異次元が出来上がり違和感の元になります。迷った時は輪切りで立体や向きを確認してみましょう。このようにこのチャンネルではあるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で解消する動画を公開しています。今回の動画がお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。
Twitter と Pixiv、Instagram では無料の画像解説を随時公開していますので、概要欄からチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。